伸展収縮もできるので、これだけやってればいいです。前腕はとにかく高回数、8から12回では足りないです。やっぱりこれが必要だと思う。この前腕のこのシンキングに対しては伸ばして収縮させる、伸ばして収縮させる。Welcome to Big Hide チャンネル。今日は前腕ということで2種目紹介したい。で、前腕ってトレーニングした方がする必要があるのかしなくていいのかと、これがまず第一の質問ですし、よくある俺の Q&A でもよくあるんだけれども、結論としては前腕の筋肉がすでについてるという人はやらなくていい、ないという人はやる必要があると。すごく単純なんだけれども、前腕って何かというと、何が起こっているかというと、これこうやって見ると分かるけどね、ここに腱があるでしょ、前腕の腱。これがね、俺はこう見えてるじゃない、こう何センチか分かんない。これが長ければ長いほど筋肉っていうのはつきにくいというか、ついてもこれしかないから、筋肉の長さというのが。だから俺の場合はやらないとこれ細いまんまなのね。で、太い人っていうのは何が起こってるかというと、この腱が全く見えないという、ほとんど見えないということは、ここまで筋腹があるわけ。筋肉がとにかく長い、俺の2倍ぐらいの長さが。だから元から太いと、ね、そういう人は何やっても前腕に効いて腕が太く、どんどん前腕が太くなるので、別に前腕だけの種目をやらなくていいわけなので、俺はないのでやらなくちゃいけない。やってもやっぱりここぐらいまでしかならないとね。で、これ前腕太いですねって言われるけど、実は俺前腕太くなくて血管が出てるから太く見えるだけなんだけれども、この血管がどうやって出すのかはまた別の話として、前腕のトレーニング、まずどこをヒットさせるのか。ここ屈曲群、前腕の屈筋だね。それと前腕の伸筋、こっち前腕の表側、この2つの筋肉を鍛えればいい。まずはこの屈曲筋、屈筋で、屈筋っていろいろリストカールとかね、こうバーベル、ダンベル、そしてこの後ろでバーベルでやったりするいろんな種目があるけれども、これはね、一種目で伸展収縮もできるので、これだけやってればいいです。この屈筋に関してはね。まずはハイプーリーをこのように引っ張って、でこの支柱に肘を当てる。で、この前腕を床と水平にします。そこでこのもう一つの手をここに手首に添えます。で、固定してやる。ここ動かないようにね。で、このままカールを行うと。で、これ見て分かるとおり、こう指までこう伸ばしてやる。で、これ指まで伸ばすのは大事。ここでこうやってやるんでもいいんだけれども、指まで伸ばすことによってさらに可動域を広げることができる、ね。で、回数は最低20回、ね。前腕はとにかく高回数、8から12回では足りないです。20回伸ばす、収縮で、この時間違いやすいのが、これが上下しちゃう。これが上下しちゃダメ。とにかくこれ押さえてやる。そしてストレッチをかけて、収縮の時にも下行かない。このまま固定する、ね。で、これはなぜ優れてるかというと、ダンベルバーベルだとやっぱり可動域が、手首ってこう360度回転するわけじゃない。だから可動域がやっぱり制限されちゃうんだよね。それに対してこのケーブルでやることによって自由に動かすことができるので、イメージとしてはこういうアームレスリングをやってるようなイメージだね。アームレスリングリストカールみたいな感じね。で、これを20回最低、30回でも40回でも50回でもいいんだけども、これで3セットから4セットやります。で、右と左やります。そしてこれとスーパーセットでやってほしいのが、こっちのシンキングリバースリストだね。で、ちょうどこのダンベル置いてあるので、でここにプリシャーガールもあるので、うちのジムはこれすぐ近くでできるんだけども、こうやって乗せて、これも同じこうやって水平、ね、床と水平にして、でここでこう上げる。これもごく単純で、これはケーブルでやってもいいんだけども、ケーブルでちょっとやりにくい。俺もいろいろ試したんだけども、これはダンベルでいいと思います。このように、ね。で、両種目とも手で自分で補助できるので、3セット目4セット目だとすごいパンパンになってくるので、こうやって自分で無理やり上げてこうゆっくり下ろすね。こういうこともできます、ケーブルでも。で、前腕のこの特にこっちの表側って、ここの今鍛えたのはここの筋肉なんだけども、ここ太くするにはどうしたらいいんですかと。で、これもこの見たら分かるけど、これ収縮伸展してるじゃない、こうやって。だからこれ収縮伸展をさせる、これで鍛えられる。で、ここはハンマーじゃないのと、ハンマーカールの方がいいんじゃないかと、ね。当然ハンマーカールでこれ鍛えられるんだけれども、ハンマーカールだとやっぱりね、ここ短い筋肉なので、
負荷がやっぱり足りないと思うんだよ俺は。刺激が負荷が足りない、刺激が足りないと思う。だから当然ハンマーカールやってもいいよ。でハンマーカールやってこれやってもいいんだけれども、やっぱりこれが必要だと思う。この前腕のこのシンキングに対しては伸ばして収縮する、伸ばして収縮させる。でここもやっぱりね元からついてる人はねすごい。例えばフレックス・ルイスとかこの腕見たらねもうとにかくポパイみたいです。でフレックスはフレックスが言ってたかどうか分かんないけどもう 100% やってないですね。ただついてるカーフまでだね。で不思議なことにカーフが発達してる人って前腕が太い人が多い。やっぱこれこの関係がどういう関係だ、別に統計取ったわけじゃないけれども両方太い人は元から太い人があって、俺は両方細いのだから両方やらなくちゃいけないということで、まとめると腹筋はこのケーブルリストカールで、これ疲れてきたら自分でこのように補助してっていうのができる。でこれ終わったらすぐこっち来てリバースリストをねこうやってやると20回ね。でこれも疲れてきたら自分でこう補助してやると。で加えてこのハンマーをやってもいい。ハンマーはね二頭筋の時にやった方がいいね。二頭筋というかこの二頭筋も当然使われるので、だけどメインの筋肉はこの上腕筋だよ。それでその前腕が少し関与するということでハンマーカールも当然やってもいいけれども、まず前腕としてはこのリストカールとリバースリストカールを最低20回3セットから4セット行えば限界はあるよけれども、ある程度の前腕にはなるので。で前腕とふくらはぎって細いからコンテストで不利なのかというとそうではなくて、あんまりね目立たない。逆に太くてもあんまり目立たないので別にディスカレッジになる必要はない。失望する必要はなくて、どっちかというと前腕とカーフ太くしたい人って普段短パン履いたり T シャツ着た時に前腕が太い方がいいというね俺だけかもしれないけどもそういう思いでやってる人は多いと思うので、それはね全然可能です。太くなりますということで頑張りましょう。Soft knees, like a ballet. Torso totally bent, so all you're engaging is the glutes. You're gonna make your glutes hit the wall. So you're gonna come up, squeeze both, and you're gonna drop your body, the whole torso going down. You can either have your legs totally bent or you can have your legs totally straight. Hip thruster, you can go from a Smith machine, you can go from a free barbell, and you can go into a dumbbell. I think the weight you want to pretty much focus on to have our goal from 5 days of training to 3 days on, 2 days off. And the set range, since I'm in prep mode, is probably 6. Once you finish having the meal, you can immediately go back to drinking. Because if you don't, your food is sitting in a whole thing of water. And that water has... Hey guys, this is my secret to building excellent glutes.